こんにちは。今回はですね、山田食虫植物農園さんで購入した食虫植物が届いたので、それを皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。いつも丁寧な梱包で本当に安心して購入できます。で、その食虫植物なんですけども、こちらになります。パッと見食虫植物という感じしませんよね。ただ形的になんとなくどっかで見たことあるような形してるなっていう風に感じられる方もいらっしゃると思います。で、ここに私が以前から栽培をしている植物が2鉢あるんですけども、この2つと今回購入したこちら、このようにすると非常によく似た形してますよね。実はこれ全てパイナップル科の植物になります。で、この2つなんですけども、見切り品コーナーで購入してタグがついてない状態だったんで種類名までは分かんないんですけども、こちらは間違いなくパイナップル科のネオレゲリア属、そしてこっちはちょっと自信ないんですけども、おそらくビルベルギア属だと思います。で、今回購入したこちらなんですけども、これはパイナップル科のブロッキニア属、そして種類名はヘクチオイデスという種類になります。で、このブロッキニアなんですけども、いろんな種類があるんですけども、私が今回購入したこちらのヘクチオイデスと、そしてもう一種レズクタ、もしくはレドゥクタっていうふうにカタカナ表記されることもありますけども、この2種のみが食虫性があるとして食虫植物として認定されております。ちなみになんですけども、このパイナップル科の植物でカトプシス属というのがあります。で、このカトプシスもいろいろと種類があるんですけども、こちらの方はベルテロニアナという一種のみが食虫植物として認定されております。なのでこのパイナップル科の植物の中ではブロッキニア属の2種とカトプシス属の1種、この3種が食虫植物として認定されていまして、結構食虫植物としてはレアっちゃレアなんですけども、ただこういった見た目してるからかもしれないですけども、一般的にあまり出回ってないっていうのもあるのかもしれませんけども、あまり食虫植物としての人気はないですね。ただいろいろとじっくりと見ていくと非常に魅力的な食虫植物なので、ぜひ最後まで見ていただいて、動画を見終わった後はですね、このブロッキニアちょっと育ててみたいなというふうに思っていただけたら嬉しいです。パイナップル科の植物の中でこのように葉と葉を重ねて筒状になっていて、中に水をためれるようなそういった構造になっているものを、この2つもそうなんですけども、まとめてタンクブロメリアっていうふうに呼ばれております。で、このタンクブロメリア多くは、中南米の亜熱帯から熱帯の地域に自生しているそうです。で、このブロッキニアなんですけども、ヘリアンホラと同じギアナ高地に自生する固有種なんですね。ちょっとギアナ高地に自生する固有種って聞いたらちょっと神秘的に見えてきませんかね。で、どうやって虫を捉えるのかっていうことなんですけども、こういった感じなんでもうお分かりだと思うんですけども、ウツボカズラやサラセニア、そしてセファロタス、それから同じ自生地のヘリアンホラと同じ落とし穴式の食虫植物になります。はい、では最初にですね、食虫植物としてどうやって虫を誘い込んでいるのか、誘引しているのかっていうことなんですが、いろんな方法をとっているみたいなんですけども、一つはこの中心部分から甘い香りを出して、その香りで虫たちをおびき寄せているっていうふうに言われていますけども、そういった匂いはちょっと嗅いでみたんですけどもしないですね。甘い香りっていうのは一切しないですね。もう無臭っていうような感じだったんですけども、ただ虫だと分かるのかもしれませんし、あと栽培家だと、自生地のような条件が合わずにそういった香りを出さないのかもしれないですね。で、2つ目は色です。これもね、栽培家だとなかなか自生地のような色が出ないらしいんですけども、自生地では写真なんかで見た方もいらっしゃると思うんですけども、もっと緑色が抜けて鮮やかな黄色になっていて、それが遠くからでも目立つので、虫たちが寄ってくるっていうことですね。それから最後3つ目なんですけども、葉の表面に白い粉みたいなのが吹いてますけども、これはまた別の効果もあるようなんですが、この粉が
紫外線を反射してで虫たちをおびき寄せているっていうふうにも言われております。次は集まってきた虫たちがどうやってこの筒の中に落下していくのかっていうことなんですが、今お話ししたこの葉の表面に出ている白い粉のようなもの、これがすごく滑りやすくなっていて、これに足を滑らせてこの筒の中に落ちていくっていうことですね。で、もう一つ落ちた虫を脱出させないために虫に絡みつくなんか白い糸くずのようなものを出しているっていうのも聞いたんですけども、ちょっとこう見ても私が購入したこのブロッキニアはそういったものが出てはいないですね。こういった白い粉のようなものが結構こう出てるんですけども、そういった糸くずのようなものはちょっと出てないですね。私も映像とかでは見たことあるんですけどね、ちょっとこれにはちょっと出てないですね。最後はここに落下した獲物を消化吸収するわけなんですけども、以前ブロッキニアは自ら消化酵素など分泌せずにここに溜まった水の中に共生しているバクテリアが獲物を分解して、それを吸収しているっていうふうに言われていました。ただそういうふうに言われていた当時もこの中の水はすごく強い酸性を示すっていうふうに言われていたんですね。なので当時私はなぜ消化酵素など分泌しないのにこの中の水がそんなに強い酸性なのかなっていうふうに疑問に思っていたんですけども、なんか自生地の写真なんか見るとたくさんのアリが補充されている写真があって、勝手に、自生地ではほとんどの獲物がアリで、そのアリの偽酸がですね水中に溶け出してで強い酸性を示しているのかなっていうふうに勝手に想像していたんですけども、なんか最近の研究ではねちゃんと消化酵素分泌していることが分かったらしいんですけども、ただその消化酵素のね記事を読むと、以前はそのように言われていたけども最近の研究でレズクタは消化酵素を分泌していることが分かったっていうような書き方、レズクタはっていうような書き方をしているので、もしかすると私が購入したこのヘクチオイデスっていうのはまだ消化酵素の確認がされていないのかなっていうふうにも取れるような書き方してたんですけどね。ちょっとまだねこれからいろいろとこう研究が進んでいくとさらに分かっていくと思うんですけども、まだまだこう謎が多い食虫植物です。はい、とてもね簡単ではありましたけどもブロッキニアについてお話しさせていただきました。で、こちらなんですが、このままではちょっとあれなんでこの素焼きの鉢にですね、植え替えというか移し替えをしようと思います。これは鉢底ネットを敷いて、中に鉢底の石をですねだいたい2センチぐらい入れています。で、ここに、乾燥水苔を水で戻したものをですね、このように底にちょっとこう敷きまして、でこれを抜き取って用土をつけたままこのように置いて、でこの周りを水苔でこう埋めていくっていう感じですね。ちょっとねこちら鉢から抜き取ってみましょう。はい、鉢から抜き取りました。水苔で植え付けられていたんですけども、おそらくここにあるこれがですね根っこだと思うんですけどね、こちらにもこうありますけども、結構こう見ると長く下に伸ばしてますよね。こんな感じで、これを、水苔でこのままですね包んで、ここにこのように植え付けていこうと思います。はい、植え替えといいますか移し替えが完了しました。こんな感じになりました。で、私はブロッキニア栽培するのは今回が初めてなので、いろいろと記事を読んだんですけども食虫植物っていう風に考えるより、この後ろにいるこういったタンクブロメリアっていう風に考えて栽培した方が良さそうだなっていう風に私は思いました。なので、以前から育てている、こちらのタンクブロメリアと、同じような管理下で管理していこうと思います。
一応最低温度は10度って言われてますけども、これらもそういうふうに言われているんですけども、冬の間ねこちらの外置きしています無感フレームの中でウツボカズラや、中にはねこのブロッキニアと同じ寄生地のヘリアンゴラなんかも入っているんですけども、そこで管理をしていました。で、去年のクリスマス寒波や、今年の1月の寒波は結構寒いのがありましたけども、中に入れていて、こんな感じで大丈夫そうなので、もうね寒波みたいな寒さは来ないと思うので、一応暖かくなるまではこれらと一緒にですねこの無感フレームの中で管理したいと思います。このブロッキニアなんですけども、結果的に良くも悪くも、今後もですね成長の様子なんかを皆さんにまた見ていただきたいなと思っております。今回は山田食虫植物農園さんで購入したこちらのブロッキニアのヘクチオイです。こちらをですね紹介させていただきました。私のチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなと思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからもいろいろな食虫植物に関する動画をですね初心者さんに分かりやすくお伝えしていこうかなと思っておりますので、またぜひご覧になってください。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画がいくつかあると思いますので、そちらの方をですねまだご覧になったことのない方はぜひご覧になってください。よろしくお願いします。